すごい。プランナーさんが仕様書を作ってくれて、でデザイナーさんがデータを作ってくれて、それを実際に実装するのがプログラマーみたいな。バーチャファイター5のデモと戦っていただいて、視聴者さん向けのプレゼントをするということはいかがでしょうか。全国大会目指してましたから僕。おいえい。今回は本当に特別なんですけど、許可いただきましたので、ありがとうございます。一緒に行けたらと思います。ありがとうございます。いよいよ菅さんの内部の方へ、潜入させていただきたいと思います。はい、ということでこちら開発フロアにやってまいりました。なんでもですね、バーチャファイターなんかもこちらのフロアで開発されているということなんですが、はい、ここからは開発フロアなので、開発の担当の神谷の方が担当していくことになります。一旦バトンタッチでよろしくお願いします。お願いします。はい、また後ほど。開発の壁です。お願いします。お願いします。じゃあ大迫さんはまた後ほどと。また後ほど。今回は時田さんにせっかくお越しいただいたので、フェイススキャンというものを体験していただこうかと思います。フェイススキャン。写真撮影を行って、そこから 3D モデルを生成するという仕組みになります。じゃあ僕の 3D モデルを生成していただけるということですか。そうです。それは楽しみですね。よろしくお願いいたします。サウンドスタジオ、 3D スキャンスタイル、そしてフェイシャルモーションキャプチャースタジオと早速行ってみましょう。入ります。こちらなかなかですね、セガの社内の方もこちらまで来ることはほとんどないということなんで。おお、すごっ。よろしくお願いします。お願いします。本日はありがとうございます。すごっ。こんだけのたくさんのカメラを使って撮っていただいて、それをデータに 3D モデルを作るということなんですよね。これは非常に貴重な経験をさせていただけますね。すごいですね。じゃあ、ありがとうございます。早速お願いします。こちらちょっとフォトをたくさんので、はい。はい。こちらなんですけど、ちょっとおお、すごい。なんかはい。これでいいですか。こんな感じですよね。このオクタゴンじゃないけど。なるほど。はい。ちなみにプログラムのでちょっと気をつけて。はい。はい、じゃあ撮影します。3、2、1。はい、ありがとうございます。お願いしてください。で、お願いします。本当に。本当だ、一枚一枚。本当にじゃあ一枚一枚はこういう写真を撮ってそのデータが今集まってると。そうですね。今日はちょっと体験みたいな形なので、紙とかそのままにしてるんですけど、実際もうがっつり上げてもらっても、肌に紙がかからない状態にしてもらって撮影してますね。こんな感じで、ちょっと生成今始めてるんですけど、ちょっとお時間いただくと思うので、これまでで、はい。後ほどこちらで 3D 完成品が見れるということでございますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また戻ってきます。はい、ありがとうございました。3D データの生成につきましてはちょっと時間かかるということなので、他のちょっと、コーナーといいますか、ぜひですね、開発をされている方にお話を聞けたらいいかなと思うんですが、そちらの方お願いできますでしょうか。はい、問題ありません。ありがとうございます。じゃあスタッフの方少々集めてきますので、少々お待ちいただけたらと思います。お願いします。はい、それではこちらのお三方にですね、お話を伺えるということなので、早速、やらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはお名前とですね、職種の方をお伺いしてもよろしいでしょうか。じゃあ僕から、プランナーをやっております佐久間と申します。はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
デザイナーをやっております吉野と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でプログラマーの後藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうプランナーさん、デザイナーさん、プログラマーさんというですね、3名揃えばゲームができちゃうんじゃないかなっていうぐらいの、方にお集まりいただいたんで、今日はね、面白いお話を伺えるんじゃないかなと思います。具体的にどのようなお仕事を例えば今日だったりとかされてたのかなっていうのをまず伺っていきたいんですが。普段の業務としては、今携わっているプロジェクトに対しての仕様策定というか、ゲームの中の仕様を考えるお仕事ですね。デザイナーさん、プログラマーさんに、こういうのをやりたいですと伝えた上で、これならできます、大丈夫ですって言って実装を進めてもらうように柱出し役になるようなことをメインにやっていますね。なるほど、ありがとうございます。ちなみに、携わってるタイトルっていうのはお伺いしても僕の方はバーチャファイター e スポーツとかですね。あとはちょうど最近出ましたバーチャファイター5レボスチームの、タイトルの方で、そちらはプランナーではなくてディレクターをやっております。ディレクターさんとはどう違うんですか？ディレクターでいうとそうですね、プランナーは仕様の細かいところを考える人、でディレクターは仕様を見てこれを入れる入れないを判断する人。簡単に言うと現場監督みたいな感じなんで、その仕様だけじゃなくてそのデザインだったり自分が思っている通りにそれができているかっていうのをちゃんとチェックして、でそれを入れる入れないっていう判断をする。でそれを最終的に自分が目指しているところに落とし込むっていうのがディレクターの仕事なのかなと。それはプランナーさんのなんか経験とかがあって、そのディレクターのなんとかこれができる、できるやるべきかやらないかっていうのは、すごくプランナーの経験が役立ってるというか。役立ちますね、やっぱり。じゃあ続いて、デザインの吉野さん。よろしくお願いいたします。じゃあ、今携わってるタイトルなんかをお伺いしてよろしいですか？タイトルとしてはバーチャファイターでいうと e スポーツから携わらせていただいて、その時は UI のデザイナーとあとアーケード版のメインの UI のデザインとして携わらせていただいております。でその後バーチャファイターレボですね、そちらでアートディレクターとして携わっております。あとはバーチャファイター 3TV の方にも関わっていますね。じゃあバーチャは結構全般的にというかもう最近のものは結構軒並み関わらせていただいてという仕事としては 2D とか UI のデザインが自分はメインになるんですけれども、すごい分かりやすいところで言うとロゴとかメインビジュアルとか作るのも仕事ですし、あとはゲージとかラウンドコールのレディーとかそういう演出も作ったりします。そういうところも。そうなんですよ。でもなんかそれだけバーチャの他タイトルに携わってると、なんか新しい発想とかってなかなか出すの難しくなっていくのかなと思うんですけどそこら辺はやっぱ苦労されることってあります？難しいですね。なんですけど、例えばバーチャファイター e スポーツだったらモデルとかは、龍が如くチームで作成されていて、そことコラボしようっていう企画だったんですね。もともと龍が如くっていうと結構筆のイメージがあるんで、筆を取り入れつつ、あと e スポーツっぽい赤青とかを取り入れたみたいな作り方をしました。なるほど、じゃあそういうところからなんかいろいろインスピレーションを得て、新しいものを作っていくっていう。逆にレボだったらそこからちょっと変えていかないといけないのでどうしようとか考えたりはしますね。なるほど、ありがとうございます。そして、プログラマーの後藤さんでございます。最近携わったタイトルだとバーチャファイターの 3TV オンラインっていうそのゲームセンターで今稼働してるゲームで、追加になったその UI のシーケンス部分だったり、そういったところを担当させていただきました。そうプログラマーさんっていうとなんかすごい昔のゲーム会社のイメージだと朝までやったりとか締め切り間際になるとっていうイメージなんですけど、そこら辺は今は大丈夫なんですか？大丈夫じゃないですいうパターン。時代的にはもうだいぶね、だいぶ良くなって、忙しい時と忙しくない時ですごい波があるんで、忙しい時は忙しいけど忙しくない時はもう早めに帰っちゃったりとか、そういう時もあります。そうなんですね。
C 言語的なものをカタカタやるのがプログラミングの仕事なのかなと思ってるんですけど、はい、合ってます合ってます。C++ っていう C 言語を。 C プラプラってやつですね。はい。それをディレクターさんからの指示でやってらっしゃる。そうですね、ディレクターさんが決めた内容で、プランナーさんが仕様書を作ってくれて、でデザイナーさんがデータを作ってくれて、それを実際に実装するのがプログラマーみたいな、こういう順番で仕事してます。まさに 3TV とかだったら自分が作ったデータとかをお父さんが組み込んでくださってたりしそうですねましたね。そうです。その仕様考えそうですなるほど。僕なんですけど、はい、こういうこんなレイアウトの UI があると嬉しいのですがって言って、なんとなくこんなのはどうでしょうとか、 3TV オンラインで言うと移植タイトルなので、画面が当時のやつだと4対3じゃないですか。で今は16対9がメインになってきているんですけど、それを移植するにあたってやっぱりこう横端って何かしらこう余っちゃうっていうのがあるので、そこで例えばその一人用モードやるときはなんか技表出るようにしようっていうのを考えて、両端に技表をこういうふうに並べたいですっていうのをその吉野さんに提案して、でそのデザインデータをじゃあこんなんでどうでしょうっていうのを作ってもらって、でそれをじゃあこれを入れましょうってなったら後藤さんが組み込みましたって言って、で出来上がっていくみたいな感じですよね。はい。チームプレーですね。まさにそうですね。でもまさにその技表あったらいいなとかっていうのは、プレイヤー目線だなと思うんですけど。そうですね。バーチャファイターは、はい、ご経験で言うと、一応バーチャファイター1とかはやってたんですけど、そのアーケードではなくてセガサターン版とかで、バーチャ4から結構ゲーセンでやるようになって、でそこで結構どっぷりハマってしまいまして、でそういう経験もありので、そうですね、このセガサミーさんで働くに至ったと。気がつけば。お二人はゲーム自分で遊ばれることとかってありますよね。どういったタイトルが？結構自分は箱庭みたいなゲームが好きで、MMO タイトルとかが好きで、ファイナルファンタジー14とか結構やっていて、結構ゲームは着せ替えから結構難しいボスを倒すとこまで幅広い人が遊んでるので、そこが楽しくてやってますね。ファイナルファンタジー14をつけてみんなと集まったはいいけど、なんかやろうぜって言ってストリートファイター6をみんなで始めるみたいな感じして、そういう自由度の高いところが結構気に入ってますね。やっぱそのゲームが好きだっていうのがセガサミーさんで働くモチベーションというか動機にそうですね、はい、自分はもともとグラフィックデザイン系をやりたくて、そこでいろいろ探したっていうのはあるんですけれども、結果ゲーム好きでここに行き着いたっていうところですね。私は格闘ゲームが好きでだからギルティギアっていうゲームが好きでやったりしてて、あとちょっと古いんですけどブレイブルーとか、あと最近だとちょっとストロークもやったりしてます。はい、ゲームセンターでゲームするのが好きで。マジですか？はい。ゲームセンターでやってたんですか？ずっとゲームセンターでやってました。ゲームセンターでのゲームを作りたいっていう気持ちがすごい強くて、もうなんかゲームセンターといえばセガっていうイメージがあったので来ました。昔からプログラムやってらっしゃってっていう。ゲーム作りの専門学校の春っていう専門学校にいて、そこでプログラミングの勉強してきました。女性の方も結構働いていらっしゃるんですか？最近は多いですね。特にデザインとかは結構半分はいかないんですけど、3割4割ぐらい女性になってますね。ただプログラマーさんは本当に貴重というか少ないですね。でもプログラマーも多分全体で見ると女性比率少ないんですけど、なんか若い世代だけに限ると多分半々くらい。新しい女性の方とかもやっぱりゲーム好きの方が多いですね。あるいは演奏とかが好きで、それでここに至ったみたいな方もいらっしゃいますね。なんか今後の展望とか、こういったことにもチャレンジしたいなっていうのはあったりされますか？はい。先陣を切って後藤さんから。はい。私は
格闘ゲームもともと好きだったし、そういうの作りたくてここに来て、今なんかやれてる仕事がすごい理想的というか、すごい楽しいことをやってるんで、もうなんかずっと続けていきたいなって思ってるんで、そのためにこうシリーズどんどんヒットさせて盛り上げていって、どんどんずっと同じ仕事でそのブラッシュアップしていけるようにしたいなと思ってます。ありがとうございます。そうですね、自分は結構格ゲーっていうとやっぱりまずコマンドを覚えたりとか難しいって感じる初心者もたくさんいると思うので、その初心者がちゃんと入っていけるようなコミュニティ含めて作っていけるようなゲームを今後も作っていきたいと考えてますね。自分も関わり方としてはグッズ作ったりとか、プロモーション関係のお仕事をすることもあるので、そういった部分でプラスになればなと思っています。はい、ありがとうございます。はい、貴重なお話をどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。僕自身がですね、こういうゲームメーカーさんに来てお話を聞くってことはもう全然やれてなかったので、なんか実際にどういう風な働き方をしているんだろうなっていうのを勉強させていただいて、非常に貴重な機会をいただけたと思っております。今後のセガさんにますます、注目していきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。先ほどはインタビューの方ありがとうございました。で、こちらですね、フェイススキャンのスタジオに戻ってきまして、そろそろね、出来上がった頃でしょうかね。はい、出来上がったそうなので、ぜひ。それではですね、早速拝見させていただきましょう。おお。こちらが生成した全身のモデルになってます。ちょっとスキャンの、性質でちょっと光があるものをちょっと撮るのが苦手なので、ちょっと一部欠けちゃってるんですけど、おお。こちらが実際のカメラの位置ですね。これ今テクスチャーついてる状態ですけど、テクスチャーがおおおお。こんな感じに詳細かもしれません。あ、こんなリアルなんだ。画質めちゃめちゃいいっすね。ちょっとこれゲーム内で使うときはちょっと足していただいて、おでこの部分ちょっとそこを足していただいて。いや、どっちが本物かわかるんですよ。はい、フェイススキャン、非常にね貴重な経験をさせていただいて、すごいもんですね。なかなかねこういった経験させてもらえる機会が少ないと思うので、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ただいまですね開発のフロアを、見学させてもらいまして、今ここ9階の受付フロアに戻ってまいりましたが、開発のフロアすごかったっすよ。本当に面白い、すごいいい経験をさせてもらいました。でなんですが、せっかくですねこちらセガサミーさんにお邪魔させてもらったということなんで、何か視聴者用にプレゼントなんかいただけたらなと思うんですが、いかがでしょうか。わかりました。そしたらですね、弊社の社員とですね、バーチャファイター5のデボで戦っていただいて、勝ったら、視聴者さん向けのプレゼントをするということはいかがでしょうか。よろしくお願いいたしますバーチャファイター、私も、かなりね長年やらせていただいておりましたので、ぜひとも勝ち取って、皆様にお届けできればなと思います。時生さん、バーチャ2からでした。バーチャファイターは1からですね。セガサターンの時に僕の沖縄のいとこにですね結構揉まれまして、で1、2、3飛んで、家庭用タイトルでファイターズメガミックスっていう、バーチャファイターとファイティングバイパーズのコラボのゲームを、ものすごくやり込みまして、で4、2DZ で総出で殴り込みをかけさせていただいて、あまり僕自身はトップの方行けなかったんですが、ものすごく楽しく過ごさせてもらいましたね。かなりやり込みました。いけます。いや今日大丈夫だと思いますけどねただ話をお伺いしたところ、社内にかなりゲーム好きがやっぱり多いなというお話を伺えたので、ひょっとしたらと思いますけど、でもそこらの言うて
強いですよ。全国大会目指してましたから僕友達強かったですから、頑張らさせていただきます。お願いします。よろしくお願いします。はい、それではこちらの部屋でですね、視聴者プレゼントをかけてバーチャファイターレボ5で対戦したいと思います。はい。ではそれではこちらの対戦相手の方に入っていただきましょう。どうも。あれこちらのお二方だったんですね。またお会いしました。じゃあお二人が本日の僕の対戦相手ということで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。お二人、バーチャ歴の方はどのような感じでございましょうか。はい、僕はバーチャ2ヶ月と少しです。おー、それは大丈夫そうですね。武田さん歴でいうと最初に3年ぐらいは2とか家庭用の方でやってて、でバーチャ4は多分3、4年はやったから、まあ6、7年ブランクはありますけどね、7年少々。2回じゃもう正直、すいません。僕はですね、そうですね、バーチャ1からは触ってはいるんですけど、ちゃんと対戦をやるっていう意味ではバーチャ4からって考えると大体2000年ぐらいだったので、ブランクもありつつも25年みたいな形で言わせていただければ。なるほど。もちろんその最新タイトルも関わるということなので、なるほど。じゃあ、厳しい戦いになるかもしれませんがまずは一勝目指してこちらやらせていただきますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみになんですが、僕が、勝った場合はどのようなプレゼントをしていただけるんでしょうか。はい。プレゼントなんですけれども、1勝することができたらこちらのスマホケースと、あとこちらの、T シャツになります。一勝で一勝でこんだけいただけると。万が一2勝した場合はさらに特別ボーナスが考えておりますが、なるほど。ちょっと2勝は厳しいかもしれない。まあでも最低限1勝はしないといけないなとプレッシャーを感じておりますので。神谷さんがその2ヶ月プレイされてるっていうのはバーチャファイター5レボ。武田さんはレボはやったことない？ないです。5はありますよ。はい。じゃあ大丈夫だと思いますまず第1試合でございます、時戸 VS 神谷さん、よろしくお願いいたします。お願いします。ブラッドバーンズですか。で、私が使うキャラクター、なんとこのコエン剣の達人のラウチェンでございます。今ずっとラウですか？いや、僕はアキラとリオンなんですが、ここ一番ここ負けたらまずいです。いや、違います。もう勝ちにいってるってことなんです。そういうこと。はい。ちょっと動かした感じ、多分ラウが一番いい、良さそう。はい。勝ちにいってます。じゃあお願いします。OK。おいえい。おっと危ないね。OK。あ、やばいやばい。いいコンボですよ。やばい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 。怒りの膝が飛んできましたね。大技の膝を食らってしまったから。オッケー。やっそう。危ね。今のは反撃あったの絶対。こっち。どっち？呼ばれた。危ねえ。連携覚えててよかった。上段のところ。ありがとうございました。お見事です。いや、なんとかでした。だいぶ接戦でしたね。でも2ヶ月ぐらいでしっかりとコンボ大技初動決めてやられましたわ。
佐久間さん今見ててどうでしょう、その鳥戸さんのプレー。忠実ですね。肘から投げ、肘下段みたいな。もうさすがもう世界に轟く時戸さんでございます。僕はですね、皿を使います。はい。いいっすか、ここチャレンジで行かせていただいて、僕の5の頃の主要キャラであるリオン・ラファールで行かせていただきます。お願いします。お願いします。マジ、うわー投げ抜けですよ。抜けております。ああ、そうなんだ。これはリンガードできるんですよ。ハーフフェンスってやつだ。そうなんです。ハーフフェンスならでは。なるほどね。あ、うまい。オッケー。さばき。やめて、カメハジ。間違えた。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしょいや精進しておきます。はい。う。佐久間さんに対してはもう何回やっても勝てなしの感じ。多分10回やったら1、2回は多分いけるんじゃないかなと、こちらの気持ち観測でございます。で、逆に神谷さんの方にも10回やったら1回ぐらいは結構あるのかなというぐらいの、はい、感じでしたが、いかがだったでしょうか。はい、実際お二人。いやもう本当ワンチャンありますよねっていう、どっちに関して言ってもワンチャンはあると思うので、ぜひ機会があれば練習していただいて、またこちらお越しいただいて対戦できることを楽しみにしております。ありがとうございます。精進しておきます。僕も精進しておきます。ね、ちょっと2人で。はい。まあ、ともあれ、はい。その目標。そうです。結果は1勝ということで、こちらの、スマホケースと、こちらの T シャツ4枚。全部別に違う。そう、これ1の、バーチャファイター1の赤ポリゴンアキラとか、ありがとうございます。すみません、今日はですね、はいせっかく来ていただいたので、はい。まあ一勝だったんですけれども、はい。こちら非売品でお30周年記念のパーカーになっておりますので、ありがとうございます。こちらもプレゼントで、あはい、ありがとうございます。させていただこうと思います。ありがとうございます。じゃあこちらも、視聴者プレゼントといたしましていただきましたので、これは貴重なものですよ。本当に貴重です。ありがとうございます。応募の詳細は概要欄の方に、記載しておきますので、皆さんもそちらからよろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。大迫さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いろいろ見ていただきましたけど、いかがでした？いやー、なんかもう本当にここまで見せてもらったりとかやらせてもらっていいのっていうぐらい非常に実りのある、僕自身が本当に貴重な経験をさせてもらえたなとよかったです。思ってます。
でセガさんはですね、先ほどやらせてもらったバーチャファイター5レボもそうですし、今度ねバーチャファイターの新作なんかも発表されているということで、期待しながら注目していきたいなと思っております。はい、バーチャファイターはこれからまだまだいろいろな取り組みを考えておりますので、ぜひまたコラボさせていただければとぜひぜひまた思っておりますので、よろしくお願いします。はい、それでは本日はこの辺でまた。